先週、東京赤坂のスーパーで食材を買い込み袋詰めしている男性、自民党の岸田政調会長です。鍋をしようということで、鶏肉、その他鍋の材料がありました。党では政策決定の最高責任者、家では食材の買い出し担当です。ネギが入った買い物袋を手に自宅へと向かいます。こうしたプライベートの場面の取材を受けるのは今回が初めてだといいます。普段は見慣れない姿なのかなと。別に不思議な光景ではございません。かねてからポスト安倍の有力候補と目されてきた岸田氏。しかし今、正念場を迎えているのです。岸田氏は第2次安倍政権で外務大臣を務め、この間オバマ大統領の歴史的な広島訪問の実現にも尽力しました。その後は自民党の政調会長として政権を支え、安倍総理が次を託したい意中の人だと言われてきました。しかし最大の問題は知名度の低さ。 NNN と読売新聞が今月行った世論調査では、次の総理には誰がふさわしいと思うかという問いに対し、岸田氏と答えた人はわずか 4%。 総裁選で勝つには国会議員の票と同じ票数を持っている自民党員からの得票が不可欠で、知名度アップが急務なのです。そんな岸田氏とはどんな人物なのか。私たちは議員宿舎の自宅へ。カメラが入るのは初めてです。秘書で長男の翔太郎さん、大学生の次男幸四郎さんと男3人での生活。妻は地元広島、三男は都内で暮らしています。広島選出だけあって壁にはカープのユニフォーム。10キロのダンベルを持ち出した岸田氏。体を鍛えるのを日課にしているといいます。酒豪で知られるだけに酒がずらりと並んでいます。夕食を作るのは次男の幸四郎さんです。兄とか父がいないことが多くて、それで自炊することが多くて、それで料理できるんだからやりますみたいな。鍋が出来上がると醤油ベースね。はい。ごく普通の父親であることを大事にする岸田氏。結構普段は食卓ではどんな会話が多いんですか？それは普通の親子と変わらないです。そう、野球の話とかニュース見ながら、そう世間話を。食べ終わると岸田氏の出番がやってきます。皿洗いは会社の担当だというのを伺ったんですけど、他にやれることがないし、こういうことをされてる時は仕事のことは忘れてみたいな。それは逆にね、精神的にはそういいことかなんかもしれないですね。男3人暮らしってどうなんですか？逆になんかみんなで分担するっていう気持ちになっていいんじゃないかな。奥様がいるとやっぱりちょっと、そうやっぱり甘えちゃうしね。岸田氏が31歳の時にお見合いで結婚したのが妻の優子さん。岸田氏の当選後は東京にいる夫に代わって地元の広島での活動を担ってきました。夫がポスト安倍候補と目されていることについて話を聞いてみると、立場が変わるにつれて、主人が重責を担う立場に、ならせていただいたので、それは主人もかなり重圧というか、そういう重責は感じていると思います。
岸田氏が感じているという重圧、その一因は党内に吹く逆風です。新型コロナウイルス対策で二転三転した10万円の現金給付をめぐり、調整が不十分だったとして批判の矢面に立たされ、党内での風当たりが強まっているのです。有事のリーダーには向いていない。自分から発信する力が足りない。厳しい声が上がる中、岸田氏が力を入れ始めたのがメディア戦略。先月、岸田氏の事務所を訪ねると、その岸田文雄としての PR、イメージ戦略、これは専門家を招いたイメージアップのための作戦会議。今年からスタートし、毎週行っています。日々のツイッターとか拝見してもそうですけど、分かりやすく伝えないとお経みたいになっちゃいますからね。専門家のアドバイスを受け、これまで仕事のことばかりだったインスタグラムに家族との写真など親しみやすいものも載せるようになりました。さらに政治家になって初めての試みも。遅く伝わってくる文章が多かったもんですから、強い言葉がすごく多かったんで。この日話し合っていたのは、自身初となる本の出版について。政権構想などをアピールする狙いです。取り組もうとしているのは格差の問題。やっぱり格差の問題、よりこの深刻な重要な問題になっている。分断から協調へ国際社会を持っていかないと、日本も存在意義を示すことができない。さらに岸田氏は永田町での支持固めにも乗り出しました。先月末、安倍総理と会談し、総裁選に出馬する考えを直接伝えたほか、党内に強い影響力を持つ二階幹事長や、後ろ盾になってくれることを期待する麻生財務大臣とも会談。会合の出席者からは、岸田さんはやる気になっている。一方でライバルの動きも激しくなっています。知名度抜群の石破元幹事長は二階幹事長ら大物議員と会談を重ねて、党内人脈の強化に乗り出しています。また安倍総理の体調不安説を受け、危機対応に定評のある菅官房長官に期待する声が党内から上がるなど、岸田氏にとってポスト安倍をめぐる情勢は一段と厳しさを増しています。安倍政権を支える立場として、これまでは自身のカラーを出すことは控えてきたという岸田氏ですが、今その殻を破ろうとしています。記者会見の場、あるいは講演の際、さまざまな発信の機会において、自分自身の色を、自分自身の思いを強く出すように意識している。